こにベクトルの勉強方法が凝縮してるんですよ。ベクトルに必要なものは全て誤診にある。はい、どうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、ベクトルに必要なものは全て誤診にある。ということで、ベクトルを完全マスターしていきましょうね。誤診ってありますよね。重心、内心、推進、外心と傍心。この5つですね。この5つのベクトルを求めていく過程で、解き方っていうものを意識するだけでも、全ての問題に通用する解法っていうものを頭に入れることができるんですよ。しかも、なんなら、例えば傍心とかのところで、どういう風にベクトルを勉強していけばいいのか、そこについてもしっかりと学んでいけるので、本当にこの動画で扱った問題を何回も何回も自分で解けるようにして自分で説明できるようにする。これを必ずしてほしいなと思います。これするだけでね、本当にベクトルの見え方、世界っていうものが段違いに変わってくると思うので、ぜひ自分のものにしてほしいなと思います。ということで、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。ベクトルに必要なものは誤診にあるということで、問題はこれですね。三角形 OAB があって、OA が4、OB が5、AB が6と。で、その OA ベクトルと OB ベクトルをそれぞれ A ベクトル、B ベクトルとすると。よくありますよね、設定として。で、それぞれ重心 G、内心 I、推進 H、外心 O'。で、各 O 内の傍心を I' とするとき、その5つのベクトルを求めようというわけですね。これはもうよく見る問題ですよね。で、この傍心っていうのは厳密には3つあるんですよね。だけど、その各 O 内のこの二等分線とここの二等分線の交点を I' として、この1つだけ求めようと思います。残り2つは全く同じ方法でやってあげればいいのでね。この5つを求めていく過程で、全てベクトルに必要な考え方は出てくるので、しっかりと押さえていきましょう。はじめにね、ベクトルの意識する解き方、ポイントをね、提示していこうかなと。まず本当にベクトルはこれが全てなんですよ。視点を揃えた基準となる2つのベクトルを決めると。何がいいかというと、それによって任意のベクトルはその2つの線形和で表せるってことですね。だから、基準となる2つのベクトルさえ決まってしまえば、あとは全てのベクトルはこのベクトルで表せると。で、ここでポイントなのは視点を揃えたってことですね。この視点をちゃんと意識すると。要は例えば、今回は当然もう OA ベクトルと OB ベクトルっていうのが基準となるベクトルっていう風にもう定められてますよね。だから O ベクトルって O が視点なんですよ。何が大事かっていうと、例えば AB ベクトルとか出てきた場合っていうのは視点が A で終点が B ですよね。だから全部、例えば AB ベクトルが出てきた場合は視点 O に揃えてあげるということが重要なんですね。これ OB ベクトル引く OA ベクトルという風に揃えられると。これを意識することが重要です。で、次、与えられた点がどういう点かを1になるように説明する必要がありますと。だから例えば G っていうものがどういう点なのかなっていうことをちゃんと説明する。それが1位になるように。これが重要ですね。これについては問題を通して見ていきましょう。で、その説明に基づいて式を立てると。だから説明しちゃえば、あとはその説明を見ながら式を立てればいいだけという感じですね。はい。じゃあ実際にやってみましょう。問題。まず重心 G ですね。これはもう3分の OO プラス3分の OA 足す3分の OB のベクトルで、結局3分の A プラス3分の B っていうのは公式として覚えてる方多いと思うんですけど、あえてこれを意識した解き方でやっていきましょう。まず、2つのベクトル、ここの1つ目のところはクリアできてますね。OA ベクトルが A ベクトル、OB ベクトルが B ベクトルというふうに見てるわけですね。あとは、じゃあ、今考えたいのはこの点 G ですね。点 G がどういう点ですかというふうに考えてあげると。点 G、重心ってどういう点って言われたら、3つの3本の中線を結んであげたものだという風になりますね。なるほど。3本の中線の交点だという風に言えるわけですね。これをどういう風に説明するかなんですけど、これ結局3本引かなくても、そのうちの2本さえ選んであげれば、例えばこことこことか選んであげれば、もうこれとこれの交点って言われたら1位に定まるじゃないですか。だから、ここの部分っていうのは説明にいらないんですね。だから、結局どういう点かを1位になるように説明するっていうのは、1位になる必要最小限な説明をしていくっていうことが重要なんですよ。だから、これとこれの交点という風になるわけですね。で、この交点っていうものをどういう風に言えるか。要は、ベクトルの世界で式を立てられるような言い方、説明の仕方に変形してあげるんですね。それはどういう風にするかというと、この点を M、ここの点を N としてあげると、これが交点を表せるんですよ。この G。っていうものをどういう風に表すかっていうと、AN 上かつ OM 上っていう風に表せるんですね。この直線上っていうものをベクトルっていうものを表せる。これに基づいてるんですね。だから OM 上っていうのはどういうことかっていうと、視点 O なんで O で考えてあげると、
これを式立てるの簡単ですよね。OM 乗っていうのは OG イコール KOM という風に表せるということですよね。で、AN 乗っていうのも同じで、AN 乗っていうのは簡単で、OG イコール、これ SOA 足す1-SON という風に表せるっていうことが言えるわけですね。これが直線上にあるってことなんですよ。AN 乗、これ O は AN 乗にないので、この OA ベクトルと ON ベクトルっていうものに分けてあげたときに、その係数の和が1になると。一方、OM 乗っていうのは、O はちゃんと OM 乗に当然あるので、OG ベクトルっていうのは OM ベクトルの定数倍っていう風に表せるってことが分かるんですよ。よろしいですか？その上で、じゃあどういう風に考えていくかっていうと、すべてのベクトルは、基準となる2つのベクトルで表せるわけだから、これに変換してあげるんですよ。こっちからやってあげると、OG ベクトルっていうものは、SOA っていうのは SA ベクトルですよね、そのまま。で、ON ベクトルっていうのは、2分の 1B ベクトルだから、2分の 1-SOB ベクトル、だから B ベクトルという風に表せる。で、OM 乗っていうものも、同じように、KOM ベクトル。OM ベクトルっていうのは、2分の A プラス B ですよね。だから、2分の KA ベクトル足す2分の KB ベクトルという風に表せる。だから、基準となる2つのベクトルの線形和で表せて、それが1位に定まるんですね。その2つのベクトルが一時独立なので、1位に表せると。だから S と2分の K、2分の 1-S と2分の K が同じものになってるはずだと。あとはこれを連立させてあげることによって、S と K が出ると。S イコール K イコール3分の1っていうのが、これを連立させれば出るよっていうことですね。文字が2つで、式が2つあるので、これで求められるというわけですね。よろしいですか？こういう風に考えていくのが基本的な考え方。ちなみに言うと、重心っていうものの性質を使うと、これ1位に定めるこの説明の方法っていうものがもう一つありますよね。例えばこれ、知識として、この中線を2対1に内分する点だっていう風に考えると、OM 乗、かつ OG 対 GM イコール2対1みたいな形で1位に定められますよね。OM 乗で、これ2対1に内分する点っていう風に考えてあげることによって、それを3分の2倍すればいいだけだっていうことがわかると。とにかく、今回の問題で言うと、2つの方法で表すと。その方法がちょっと工夫することはできるんだけれども、基本的には直線上、AN 乗かつ OM 乗って置くことによって、あとは、こう連立させることができる。これが全ての方法なんですね。じゃあ次行きましょう。内心を I。じゃあ同じですね。まず、基準のベクトルはもう決まってるので、あとは、この内心 I っていうのはどういう点かっていうことを考えていく。I は、内接円の中心です。内接円の中心なのはそうなんですけど、内接円の中心って言われたところで、じゃあそれで、じゃあ内接円の式を立てるかって言ったら難しいですよね。だから式を立てられるような説明をしてあげると。式を立てられるような説明って言ったら、角の二等分線の交点と。こういう風に言えるわけですね。じゃあこれどういう風に考えてあげるかっていうと、角の二等分線上にある。だからここの部分を仮にじゃあ C としますか。OC 上にある。で、この OC が角 AOB の二等分線。かつ AD 上。で、AD が角 OAC の二等分線と。この2つの条件が必要なわけですね。この角の二等分線っていうものをどういう風に表していくかっていうことですね。で、この問題は角の二等分線っていうものをどうやって使っていくかっていうところに全て決まってくるんですけど、角の二等分線の性質っていうものをうまく使ってあげると、この OA 対 OB が AC 対 BC になりますよね。だからこの角の二等分線っていうものをどうやって式に表せたらいいんだろうって考えると、これ4対5に内分するところにC があれば、結局二等分になるわけだから、OI っていうのが、K 倍の OC ベクトル。で、この OC ベクトルっていうのが、9分の 5A ベクトル足す9分の 4B ベクトルと。クロスするからね、こうやって。っていう風に表せますよっていうことですよね。さらに、じゃあ AD 乗っていうのをどういう風に考えるかっていうと、同じように、これ対これがこれ対これになるのか。だから、ここの長さは 6×9 分の4っていう風に求まりますよね。ここは 6×9 分の4だから、3分の8という風になるわけですね。ということで、ここが4対3分の8っていう風になるから、3対2という感じですね。ということで、この K の部分がこれより5分の3という風に分かるわけなんですよ。だから、OI ベクトルっていうのが3分の 1A ベクトル足す15分の 4B ベクトルという風になるわけですね。こんな感じで求められるわけです。これはサクッといきましょう。
でね、後でちょっと帽子の時に角の二等分線っていうものの使い方をもう一つ説明するので、自分で余力のある方はね、考えてみてください。次、水深を H とした時の OH ベクトル。点 H、水深っていうものはどういうものかということですよね。水深って言ったら、もちろん、水線をこうやって下ろしてあげた、この交点というわけなんですよ。もちろんこっちにも成り立つんですけど、あえて書きません。じゃあ、次どういう風に考えてあげるかっていうと、点 H とはどういう点っていう風に考えるんですよね、もちろん。それはどういう点かというと、OH と AB が垂直な点ってことですね。あと、AH と OB が垂直な点。これで1位に定まるわけですよ。要は OH と AB が垂直となるような点 H って言われたら、ここの直線上の点すべて通っちゃうわけですよね。OH と AB が垂直。この直線上だったら全部成り立つと。一方、その中でかつ AH と OB も垂直ですよって言われたら1位に定まると。だからこういう風に式が立てられるわけですね。で、ベクトルの世界で垂直っていうのはすごく扱いやすいんですよ。なぜかっていうと、これは当たり前のように、内積に置き換えられるわけですね。内積が0と。何も考えなくても垂直っていうものを内積条件に置き換えられるようにしましょう。じゃあ、この後どうするか。すべての視点を揃えた点 O のベクトルに表せるわけだから、OH ベクトルを求めたいから無理なのか。じゃあ AB ベクトルは B-A だね。ということで、一つ目の方は OH×B-A にして内積イコール0で、AH の方は、視点を揃えるためにこうすればいいのか。こういう風になります。っていう風になっちゃうじゃないですか。ね。ここで止まっちゃうんですよ。ここで止まっちゃう場合の方法、要は2つ式が立ってるわけですね。もうあとは OH ベクトルっていうものを求めるだけなのに2つ式が立っててできないってなった場合どうするか。OH をこういう風に置くと。こう置いてあげれば、ここの上の式で S と T っていうものを式が1本立つし、この下の方も S と T についての式が立つ。連立させれば終わりっていう風になるわけですね。だから、この発想をしっかりと常に持ってあげる。これが重要なんですね。じゃあ、あとは SA ベクトルと TB ベクトルと内積を取ってあげるんですけど、その時に、じゃあ A ベクトルと B ベクトルの内積も求めてあげなきゃなっていうことですよね。で、そもそもなんですけど、垂直条件から内積を取るっていう風に見えた時点で、ちょっとだけ内積を常に意識しなきゃいけないですね。おそらくここで内積を取る以上、A ベクトルと B ベクトルの内積も後でどうせ求めるのかなっていうのは、あらかじめ準備しといた方がいいかもしれません。じゃあ求め方は簡単。ここの長さが4と。で、ここの長さが5。で、あともう一つ使うのは、ここの長さが6ってことですよね。この AB イコール6っていうのを使うのがポイント。AB っていうものは、結局 AB ベクトルの大きさが6っていうことだから、B ベクトル引く A ベクトルの大きさイコール6というふうに言えるわけですね。これは何かっていうと、A ベクトルの大きさが4、B ベクトルの大きさが5っていうのと対応して、同じようにベクトルで表すんだけど、AB ベクトルっていうのは視点が O じゃない。だから基準となるベクトルに A と B ベクトルで書き直してあげただけっていうのはもう必然的にしたくなることなんですよ。じゃあ、あとこの絶対値っていうものを見て、複数ある場合何してあげなるかっていうと2乗。もうこれはもうパターンなんですよ。これを2乗すると、こういう風になるわけですよね。だから、あとは B の2乗の部分が25、A の2乗の部分が16だから、これ、移行してあげて、25たす16引く36は5と。で、2で割ってあげることによって内積が2分の5という風になるわけなんですよ。よろしいですか？じゃあ、あとは、この内積とこの大きさたちを使って、これ代入して、バーッと計算してあげれば終わり。だから、第一式の方は、SA プラス TB、ちょっと、マイナス1倍してあげましょう、両辺。右辺0なんでそのままですよね。これを、バーッと計算してあげると、SA の2乗が16S になって、A と B の内積の部分が T2 分の5だから、足す2分の 5T、この部分はマイナス2分の 5S と。で、マイナス TB の2乗だからマイナス 25T と。イコール0っていう風になって、S イコール3分の 5T みたいなのか。で、こっちについても同じように式を立ててあげると、バーっと計算してあげると。もうこれはね、あとはもうわかりますもんね。ただこれとこれを連立させて、うまく計算して S と T を求めてあげるだけなので割愛します。計算すると、S が7分の1、T が35分の3になるので、答えは OH イコール7分の 1A ベクトルプラス35分の 3B ベクトルとなるわけですね。はい。こんな感じで、今回のポイントは H とはっていうところは E にしても、
ここのね、置いてあげるっていうところがポイントですね。その時に内積。で、内積を求める手順としては、2乗するみたいな感じで丸覚えしてると思うんですけど、実は、よくよく一歩一歩のステップを考えてみると、必然的にこうするでしょ、普通。っていうような考え方の積み重ねでしかないというわけなんですね。で、これがね、本当にミソ。じゃあ次、O'。この外心ですね。外心ってどういう点？外接への中心。だから、どういう点かというと、OO' と AO' と BO'。この大きさが同じとなる点だっていうことですね。あとは O' イコール AO' っていうものをうまくやってあげる。だからこれを全部視点を揃えたいわけですよね。こういう風に O に揃えてあげたいみたいな感じにして2乗するんですよね。で、何をするかっていうと2乗した後に2つ式が立つんですね。これイコールこれとこれイコールこれっていう2つの式が立つじゃないですか。じゃあ何をするかっていうとちょっとね、さっきと同じような行き詰まり方をするから O' イコール SOA ベクトルプラス TOB ベクトルっていう風に置いてあげて連立させてあげると。それでできますね。で、今回ね、ちょっと工夫しましょう。これね、O' っていうものをどういう風に考えてあげるかってことなんですけど、これを2つの垂直二等分線上にあるという風に見てあげるっていうことがポイントなんですね。要は O' とここの中点 M と N の、要は O'M と OA が垂直。あと ON' と OB が垂直。っていう風に見てあげることによって、ある程度ちょっとだけ工夫できるというわけですね。内積条件に持ち込めるので、ちょっと簡単になる。よろしいですか？こういう風に見方を変えることによって楽になる場合があるんですね。だけどもうちょい工夫の余地があるんですよ。どういうことっていうことなんですけど、さらに一発でできる方法。これちょっとね、特別なやり方なんですけど、内積の定義ってわかります？内積ってそもそもなんやねんっていう話なんですけど、A ベクトルと B ベクトルがある A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは、これコサインシータとすると、内積は大きさの積のコサインシータ。これは何かっていうと、これ B ベクトルの大きさのコサインシータってここの大きさになるので、結局ね、斜影したベクトルの積になるわけなんですよ。だから、片方のベクトルがあって、もう片方のベクトルをそのベクトルに斜影してあげたものの大きさの積っていう風に見えるわけですね。この A ベクトル×B ベクトルコサインシータっていう風に見てあげることによって、この長さの積に持っていくことができるわけですね。これが内積の意味というわけなんですね。それを見てあげると、OO' と OA の内積っていうものを見てあげるっていうことが一番ベクトルの外心の見方としては一番簡単かなと。OO' と OA の内積っていうのは OA に OO' を斜影してあげるとどうなるかっていうと、こうなりますよね。OM になると。つまり OO' と OA の内積っていうものはこれとこれの大きさの積になるんですよ。OA が4で OM が当然2だから8と。だからこれがこの垂直二等分線上にあるっていう条件に言えるわけなんですよ。同様に O' と OB の内積と。これはどうなのかっていうと 5×2 分の5で2分の25というふうに置けるわけですね。あとはここで止まるからO' を SOA プラス TOB というふうに置いてあげて普通に内積を取ってわーって連立させれば終わりっていうことですね。これが最短。今回は何も愚直にやって2乗してっていう方法でも解けるけれども、こういう風に内積の定義から考えてあげることによってうまくいく場合があると。で、今回は計算は割愛します。これ自分でちょっとね、余力のある方はやってみてください。7分の 3a ベクトルプラス35分の 16b ベクトルという風になるわけですね。ここで学んでほしいのは工夫する余地があるっていうことですね。どういう風にその点 O' を説明してあげるか。っていうことによって計算量が変わってくる場合があるから、ちゃんと、この場合こうした方が楽かなっていうのをたくさん見つけてあげると。参考書とか見て、回答を見るときに、こういう風にこの点を捉えてるのかっていうことをしっかりと見てあげる。その発想っていうものをしっかりとストックしていってあげるっていうのが、ベクトルの勉強で重要になってくるんですね。じゃあ最後。ラストは棒針ですね。棒針は、角の二等分線と、こっちの角の二等分線ですね。この交点を出してあげると。これ I' と。実は棒針はこの3箇所あるんですけど、そのうちこの1箇所だけ求めていけば十分と。これは一緒ですね。要は角 AOB の二等分線上かつ角ここ X と置くと XAB の二等分線上っていう風にしてあげればいい。角 AOB の二等分線上ってことはここ4と5だから、ここも4対5になって、あとはここのベクトルが9分の 5a 足す9分の 4b。
ベクトルだから、それの k 倍っていう風にしてあげる。で、あとは、ここの部分を求めてあげたいわけだけど、まず OI' が、じゃあ定数倍 t としますか。t 倍の9分の 5a ベクトルプラス9分の 4b ベクトルという風に置けるわけですね。この後で、この XAB の二等分線っていうのはどういう風に考えてあげるかというと、一番簡単な方法は、この三角形の外角の二等分線と見てあげることによって、これ4対、ここの長さ 6×9 分の4の3分の8だったので、この4対3分の8、すなわち3対2がここの3対2に対応するということになるので、ここが3対2と。本当はこれ丸で被っちゃいけないんですけど、3対2という風になるわけですね。あとは、もうここの対3になってるわけだから、t が3っていうのが一発で分かって、OI' のベクトルが3分の 5a ベクトル足す3分の 4b ベクトルという風に分かるわけです。まあこれで求めてあげてもいいんですが、ちょっとね、今回は応用編ということで、このね、各 XAB の二等分線上ですよっていうことをどのように表してあげるか。要は一般化ですね。今回は角の二等分線上っていうことで、外角の二等分線上で図形的に処理できたんですけど、この二等分線っていうのをどんな場合でも式で表せるパターンっていうものを紹介していこうかなと思います。これ知らない方も多いと思うのでね、ぜひしっかり押さえてほしいんですが、各 XAB の二等分線上、これどうするかっていうと、ちょっと話をずらして、今2つのなんか適当な OP ベクトルと OQ ベクトルみたいなのを考えます。これね、大きさどっちも1ね。これの二等分線っていうことを考えたいんですが、一旦、この OP ベクトルと OQ ベクトル足してみましょう。そしたらどうなるか。まあ、ここに、こういうベクトルになりますよね。で、これは、こことここが平行、こことここも平行と。要は平行四辺形になるわけですよ。で、もっと踏み込んで言えば、ここ、長さどっちも1ですよね。ってことは、すべての長さが同じ、すなわちひし形になるわけですよ。ひし形の何がすごいかっていうと、対角線引いたときに、ここが同じ角になってるわけですね。つまり、各 POQ の二等分線になるわけですよ。大丈夫ですか？つまり、単位ベクトル同士を足してあげると、その視点が揃っていれば、視点のその角の部分の二等分線上に合計したものが来るわけですね。各 POQ の二等分線上にあるような点って考えてあげると、この OP ベクトルと OQ ベクトルの和っていうものを形倍してあげたものになるわけなんですよ。よろしいですか？これが分かれば簡単。ここの部分も、XAB の二等分線上か、つまり AB のこっちの方向の単位ベクトルを考えてあげればいいと。この単位ベクトル、大きさ1っていうものと、ここの大きさ1っていうものの合計を考えてあげると、こういう風になる。このベクトルが生まれる。その形倍っていう風に考えてあげればいいんですね。そうしてあげることによって、もう簡単ですね。AI' ベクトルっていうものがどういう風に表せるかっていうと、まあこっちの方は一旦置いといて、AB ベクトルの単位ベクトルっていうものを考えると。ここの部分に、AB ベクトルの単位ベクトル、AB ベクトルの方向の単位ベクトル、AX ベクトルの方向の単位ベクトルが来る。で、それが、この AB ベクトルの大きさで割ってあげればいいんですよ。AB ベクトルを AB ベクトルの大きさで割ってあげれば、AB ベクトル方向の単位ベクトルになるというわけですね。じゃあ今度、AX ベクトルの方はつったら、これは、AX っていうのを一旦置いといて、これ OA ベクトルの平行なもの、OA ベクトルのやつを OA ベクトルの大きさで割ってあげれば、これで解決という風になるわけですよ。まあ、この OA ベクトルっていうのは、の大きさは4だし、ここは6になってるわけだから、あとは簡単。で、これを全部視点を O に揃えてあげればいいんですね、あとは。そうすると、OI'-OA。だから移行してあげると、こっちに A ベクトルが来ますね。プラス K 括弧4分の A ベクトル、プラス6分の B ベクトルマイナス A ベクトルと。これで完了というわけですね。あとは、この式と、さっきのこの式。っていうものを連立させてあげればもう簡単というわけですね。A ベクトルで比べると9分の 5t イコール、こっち A ベクトルは1足す4分の k 引く6分の k か。で、B ベクトルの方は9分の 4t イコール、6分の k という風になるから、それを連立させてあげることによって、計算はちょっと省略しますね。t イコール3、k イコール8という風になるわけですね。ということで、答えは、OI' ベクトルイコール3分の 5a ベクトルプラス3分の 4b ベクトルと終わりという感じですね。今回学んでほしいのは、棒針のベクトルっていうものを、ただ外角の二等分線で求められるっていうだけじゃなくて、角の二等分線も普遍的に式を立てることができるんだと。図形的に何も考えなくても、こういう風に機械的に求めることができるんだっていうことを学んでほしいんですね。ここにベクトルの勉強方法が凝縮してるんですよ。すなわち、ベクトルのパターンっていうのは視点に揃えるで、どういう風にその点が
説明されるか、1になるように説明する、その上でそれを式に立てるっていうところじゃないですか。で、この式を立てるっていうところの立て方っていうところを押さえると。つまり回答を見るときに必要になってくるポイントが3つですかね。まず、どういう風に基準となるベクトルを決めてるのか。で、それはね、意外とね、そんな難しくないんですよ。たまに変なトリッキーな置き方をすることはあるんですけど、あんま難しくない。で、次に意識してほしいのが、その点をどういう風に捉えてるのかな。それ外心で説明しましたよね。外心で説明したときは内積っていうものに注目して、内積を考えると一発で式を立てることができる。あ、こういう捉え方があるのかっていうようないろんな捉え方をしっかりと受け入れていく。で、3つ目の勉強方法としては、こういう説明したのに基づいて、どういう風に式を立てるか。こういう二等分線上っていうものから、あ、こうやって式が立てられるんだっていうところを自分の中でパターン化していく。そういうものをたくさんストックしていくっていう作業がベクトルの勉強なんですね。だから、本当に誤審の今話したことを全て押さえていけば、あ、こういう風に勉強していけばいいんだな。まずそもそも、もう誤審の中にベクトルに必要なものは全て詰まってるんですけど、それを踏まえた上でいろんな演習を積むときに、あ、こういう観点で解説とかを見ていけばいいんだなっていうことが学べるかなと思います。はい。ということでね、今回は誤審を通してね、ベクトルについてマスターしていったと思うので、ぜひね、ためになったよという方はチャンネル登録、高評価、あと、こういう動画撮ってほしいというのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。